こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、リスポーン地点から512歩目の地点に印をつけたところです。メモの地図では、ちょうど中央の位置です。要塞を掘り当てる準備が、だいぶ整ってきたわね。次は、リスポーン地点から1024歩目の地点に印をつけます。それじゃ、距離を測っていきます。やっぱ先に湧き潰しして、後から一気にレールを敷くことにしました。今採掘してるのは、素手掘りの時に見つけた最後のダイヤ鉱脈です。あれ？多いですね。これってもしかして？おお、ダイヤ鉱石が10個固まってる鉱脈でしたね。ダイヤが10個ある鉱脈は、推定生成確率 0.25% でかなりレアなんです。峡谷に着きました。それじゃ戻ってレール敷きましょう。さてレール敷き終わりました。バケツでジャバーして進みます。バケツがなかった時は、ここは絶望的な溝に見えていました。アルトナイトでは、見え方全然違いますね。って、あれ？下田。水の流れで動きにくい。先に水汲むべきか倒すべきか。あ、なんだすぐ脇にいたのか。面倒なので丸石で埋めてしまいました。今更廃校を探す必要ないものね。ここまで置いて、レールは6枚とワンスタック残ってます。リスポーン地点からこの渓谷までの距離は、884歩でした。あらー、エメラルドが通路上に出ちゃったか。なるべく幸運3で掘りたいところなんですが、仕方がないですね。何気に山岳バイオームが続いているっぽいですね。ふう、やっと1024地点に到達です。ドーン。やっとこれで準備完了ね。で、どうするの？ここから16ブロック上に登ります。要塞ブランチマイニングを行うコードは散々悩みましたが、溶岩海から16ブロック上の階層で行うことにしました。その階層だとダイヤが取れないわよね。やむを得ないです。方々にある廃坑と違って、要塞は、生成エリアに一つしかないですから、要塞が地下深くまで伸びていることを期待するより、ダイヤを切った方が現実的です。ところで、16ブロック上の階層なら、要塞掘り当てる勝算あるの？過去のデータを見る限り、この辺りから上であれば、あまり確率変わらないはずなんですよ。そういう意味では勝算あります。あとは運次第ですね。さて、ブランチマイニングの範囲なのですが、メモの地図ではこんな感じです。これを、幅64ブロックごとに、こんな感じで採掘していく予定です。枝数は33本ですね。まあ要塞が見つかったらそこで終了です。ちなみにこれ、要塞生成エリアとちょっとズレがあります。もしここまで掘って要塞が出てこなければ、ずれた部分を掘っていきます。それじゃ、512地点に戻りますよ。まずは早速、1本目を試しに掘ってみます。512地点も16ブロック階段掘りするの？はい。ちなみに本当ははしごを使いたいところなんですけど、はしごは木材消費が半端ないですから断念しました。ではこちらも16ブロック分の階段掘りします。
もうちょっとで16段なのですが、ちょっと面倒な状態になりました。あらこれはいるわね。もう突入しますよ。うおっとドアさすがにダメージほぼないわね。ウィッチがいたり、一気に集団に囲まれたりしなければ大丈夫ですね。まだいるっぽいですが、階段作りの邪魔されないよう、あらかた片付けます。今まで積もってきた鬱憤が、これでやっと晴れそうね。久々の無双で、かなり楽しいです。でもそれだけでなく、何発で倒せるか知っておくのは、後々地味に役立ちますよ。クリーパーは2発ですね。2発で倒せるようになるとやはり随分楽です。あとはスケルトンか。何気に矢が生産できない今、ウィッチ対策で矢の収集は特に重要です。やっと512地点の印をつけ終わりました。手間取りました。さて、それではいよいよ、要塞ブランチマイニング始めます。基本的には、洞窟はガンガン埋めてきますよ。湧き潰しする松明の消費量を抑えないと、後が大変ですから。すぐまた洞窟掘り当てました。お、ラベルじゃないですか。確か、道具のドロップは初めてです。うわぁ、こんなところにも廃校があったのか。さすがにちょっとショックです。まだ512地点から100歩も進んでないんですけど。もしもこの廃校がもっと下に伸びてたら、第6話で見つけられてたわね。前に石を掘っている時に一瞬動作が重くなったところがありましたよね。ここ、その真上あたりだと思います。実は密かに要塞じゃないかと期待してたんですけど、廃校だったようです。まあいいです。どの道、ここで木材補充できるのはかなり大きいですから。ちょっと掘ったらまた廃校ぶち抜きました。さらに掘ったらまた廃校ぶち抜きました。さすがにちょっと面倒です。溶岩海の階層と比べると、この階層では木材などが埋蔵されている量が3から4倍あるはずなんです。まあ前向きに考えれば木材確保には美味しいです。うわ、奥もさらに廃校か。この真下を、廃校ないない言いながら素手で掘ってたのよね。結果論で考えても仕方がないんですけどね。あ、じゃキノコですね。弱化ポーションの材料です。赤キノコもあるわね。必要になったら取りに来ます。今は要塞探さないと。またか。ほんともういいわ。お、エメラルドは密かにありがたい。さて10分ほど掘ったところですが。おお、峡谷にやっと着いた。怖いけど、16段の高さなら落下で即死はしないはずです。エンダーマンどうしよう。ちょっと遠いし。まあ、ドロップ増加のエンチャントつけてからでもいいですね。放置します。お、金ですね。このコードは金鉱石がいい感じに埋蔵しているほぼ上限なんですよ。おお、やっと1本目終了です。いやほんと盛りだくさんすぎて45分くらいはかかりました。特に何もなければ20分で掘れる距離だったんですけどね。
キリがいいので、今回はここまでにします。ではまたねバイバイ。